みんな頑張っているのになぜかチームが疲れている、そんな悩みを抱えていませんか？実はその原因、努力不足ではなく心のエネルギー切れかもしれません。今日ご紹介するのは桜本まりさんの著書「なぜあなたのチームは疲れているのか?」。この本を読むとリーダーの考え方が優しく変わります。リーダーが整えばチームも自然と元気になる心理的リソース、つまり心のバッテリーを回復させる方法が実例とともに分かりやすく紹介されています。この動画では本の中から3つのポイントを解説します。1、チームが疲れる本当の理由。2、心のエネルギーを取り戻す3つの習慣。3、リーダーができる小さな工夫。見終える頃にはきっと明日ちょっと優しく話してみようと思えるはずです。さあ、一緒にチームを元気にするヒントを見つけていきましょう。この本を読むとあなたのチームが変わります。みんなが頑張っているのになぜか職場の雰囲気が重い、会議ではため息が多くやる気が出ない、そんなチームの疲れを感じていませんか？今回ご紹介するのは桜本まりさんの著書「なぜあなたのチームは疲れているのか?」です。この本はビジネスや組織マネジメントの分野で話題の一冊。テーマは心理的リソース、つまり人が元気に働くための心のエネルギーをどう保つかというものです。リーダーがいくら正しい判断をしてもメンバーの心がすり減っていたら成果は上がりません。本書ではチームが疲弊する原因を解き明かし、その回復方法を優しく教えてくれます。この動画では本書の要点を3つに分けて紹介します。1、チームが疲れる本当の理由。2、心理的リソースを取り戻す方法。3、リーダーができる小さな工夫。この3つの視点で一緒に見ていきましょう。本書の概要。なぜあなたのチームは疲れているのかは、リーダーやマネージャーが直面する職場の疲弊という問題に心理学と実践の両面から光を当てた一冊です。著者の桜本まりさんは人材育成や組織開発の分野で長年活動してきた専門家。その経験をもとにチームがやる気を失う仕組みと回復する仕組みを分かりやすく解説しています。本書の中心テーマは心理的リソースという考え方です。これは人が前向きに働くための心のエネルギーのこと。このエネルギーが減るといくら能力があっても力を発揮できません。まるでスマホのバッテリーが切れたままアプリを動かそうとするようなものです。本書では心理的リソースが減る原因を3つの視点から説明します。それは過度な責任感、信頼の欠如、安心できない環境です。そしてこれらを改善するための実践的な方法を実例を交えて紹介しています。さらにリーダー自身の心の回復にも焦点を当てています。まずはリーダーが整うこと、それがチーム全体の回復の第一歩だと著者は語ります。この本を読むことであなたは人を動かす前に心を満たすという新しいマネジメントの形を学ぶことができます。重要な3つのポイント。ポイント1、チームが疲れる本当の理由。チームの疲れは努力不足ではなく心のエネルギーの消耗によって起こるということ。著者はこれを心理的リソースの枯渇と呼びます。例えば信頼できる仲間と働いていれば忙しくても疲れにくいものです。しかし失敗したら責められる、相談しても聞いてもらえない、そんな環境では心がすり減ります。著者は言います。人は
心理的リソースが減ると正しい判断ができなくなる。だから心の回復が必要だと。つまりチームがうまくいかないのは能力の問題ではなく余力のなさなのです。リーダーは表情、雑談、報告の変化など心の赤信号に気づく必要があります。疲れを努力の問題とせず心理的なバッテリー切れとして理解する。ここに本書の最初のメッセージがあります。ポイントに心理的リソースを取り戻す方法。心理的リソースを回復させる3つの習慣があります。1、感情を言葉にする。2、信頼を積み重ねる。3、小さな成功を共有する。感情を言葉にするとは気持ちを押し殺さず伝えること。最近プレッシャーを感じていますと話すだけでも心は軽くなります。人は共感されることで回復します。次に信頼を積み重ねる。日々の小さな約束を守る。ありがとうと伝える。それが信頼の貯金になります。最後に小さな成功を共有する。大きな成果を出す前にまず小さな前進を喜ぶ。登山の途中で景色を眺めるような休憩が次の力を生むのです。これらを続けることでチームの心理的リソースはゆっくりと回復します。ポイント3、リーダーができる小さな工夫。本書が伝えるのはリーダー自身が整うこと。チームの空気はリーダーの心を映す鏡です。朝に深呼吸する。会議の目的を一つに絞る。良かった点を共有する。そんな小さな工夫がチームを明るくします。また完璧を求めすぎず、今日はここまでと区切ること。助けを求め、この部分は力を借りたいと伝えることも信頼を育みます。そして言葉をなぜできないからどうすれば近づけるに変える。未来を見せる問いが希望を生みます。小さな習慣の積み重ねが安心の土台を作るのです。印象的なエピソードや引用。あるリーダーは誰よりも努力していましたが、チームの笑顔は消えていきました。ある日、部下から私たちはあなたが辛そうで心配なんですと言われます。その言葉で彼は気づきます。自分の疲れがチームの疲れを生んでいたのだと。彼は抱え込まずに相談するように変えました。すると会議の空気が少しずつ変わり、発言も増え、笑顔が戻りました。著者はこの瞬間をリーダーの心理的リソースが回復した瞬間と語ります。リーダーが自分を大切にすることでチーム全体のエネルギーが満たされていくと。この話は頑張ることより整えることの重要性を教えてくれます。まるで飛行機の酸素マスクのように、まず自分の酸素を確保すること。それがチームを守る第一歩なのです。実生活での生かし方。本書の考え方は職場、家庭、友人関係など全てに役立ちます。合言葉は心を減らさず満たす。ミスを責める前にどうして起きたのかなと尋ねる。理解を示すことが心理的リソースを守る鍵です。感情を共有し、今日は緊張しているというだけで信頼が生まれます。小さな成功をたたえ、朝礼で昨日できたことを一つあげる。拍手でもいい。それがチームの栄養になります。家庭では大変だったねと共感する一言が回復の力に。自分にも休息を許し、5分の深呼吸や今日の良かったことを3つを書き出します。心もスマホと同じでこまめな充電が必要なのです。言葉も変えましょう。なぜできないよりどうすれば近づける。未来へ向かう言葉が希望を灯します。小さな優しさの積み重ねがチームと自分の心を支えてくれます。まとめです。この本は
働く人の心のエネルギーを守るための実践書です。努力が足りないではなく、心理的リソースが減っていると捉える視点の転換がポイント。3つの学び。チームの疲れは心の電池切れ。共感が回復の鍵。リーダーが整えばチームも整う。これらは仕事だけでなく、家庭や自分の生き方にも通じます。もっと頑張らなきゃと思う前に、心のエネルギーは足りているかなと立ち止まる。それが優しいリーダーシップの第一歩です。この本を読むことで、人を動かす前にまず自分を整えることの大切さがわかります。穏やかな笑顔が職場を、そしてあなた自身を変えていくのです。この本を読んだ方はぜひコメントで感想を教えてください。そしてチャンネル登録も忘れなく。